ペラこんにちは、MD ジャックです。愛です。皆様お元気ですか？ブロンのモデルを何本か入手してレビューの機会を逸しているうちにブロンミニが発売になったので、これはもう一気に4錠やってしまおうということでお送りします。私はシロップを時々服用していますよ。結構効きますよね。おお、4錠で誘導しつったけど、愛ちゃんよく乗っかってきたよね。えらいえらい。小さな振りに見事に気づいた愛です。はい、自画自賛。まあ、ブロンと聞いたらやっておきたいボケだからね。はい、気が済んだところで本題です。ブロンはもちろん中国のメーカーなわけでして、調べてみると大体どのメーカーも2010年頃から下地があって徐々に大きくなって独立してブランドを立ち上げたりしてきているようで、ブロンもそのメーカーの一つです。中華イヤホンというと KZ、CCA、TRN などが真っ先に思い浮かびます。ブロンは知名度からすると低いかなと思い、その理由がダイナミックドライバー搭載モデル中心だからかもしれませんが、4モデル聞いてみてオール金属筐体ということも含めかなりのハイコストパフォーマンスモデルだということが分かりました。今回はミニの発売がレビューのきっかけですが、どのモデルも特徴的なので音質面中心にその特徴をお伝えできればと思います。発売は左から03、05、01ミニの順でミニが最新になります。共通なのは金属筐体ということで、それなりの重さがあり、BL01 は片耳 10.6g と現在手持ちのモデルの中で一番重いです。周波数特性、ケーブル接続部も 0.78mm にピンで共通ですね。ドライバーは BL03 が 10mm カーボンナノチューブ、BL05 はその改良版の CNT、BL01 が 10mm バイオファイバーと毛色が違い、ミニで 6mm と小口径に変化しています。同じボリューム時の音量の違いはピンクノイズを再生して実測し、こんな結果になっています。感度とインピーダンスで音量差は想像できるものと思っていたんですが、いざ同条件で実測してみるとちょっと違う結果になっています。ここでお伝えしたいのは、ミニの音量が一番取りやすく、無線かスマホ直差しで全く問題ないということです。そしてこのレベルであれば他の3モデルについても同様です。BL ミニをはじめどれも個性的なデザインのため、装着感について不安な方もいらっしゃるかと思います。結論から言うと、心配するような装着感の悪いモデルはありませんでしたが、一応個別にコメントしてみます。 BL01、重さがあるのでつけてるなという感じは一番ありますが、丸みを帯びたデザインのため装着感そのものはいいです。厚みがあるので根本にはちょっと厳しそうです。 BL03、大きさ厚みともに程よく、主観ではこれが一番つけ心地がいいです。根本も OK かと。BL05、これも03同様厚みもあまりなく良い感じですが、03と比べるとちょっと負けてるかなぐらいです。これも根本も OK かと。遮音性はこの3モデルは耳の周りにフィットするので標準的な遮音性能だと思います。BL ミニ、湾曲デザインが耳へうまくフィットすればいいのでしょうが、私には少し合わない感じがしました。遮音性と安定感も少し下がる気がします。これは耳の形の問題なので個人差ですね。価格はアリエクスプレスで2000円台から5000円弱で入手可能で、 Amazon でも同程度の価格で販売されていますので、説明欄にリンクを貼っておきます。今回もイヤーピースの差分を測定してみました。黄色の 6kHz 付近の帯域でファイナル E タイプが減衰傾向、ブルーの帯域でセドナイヤーフィットが若干減衰する傾向です。ここ何本かの動画で測定してきた他モデルの結果とほぼ一致しています。以前別動画で扱ったオストリー広域刺さり抑制超音量イヤーピースでもこの帯域の自殺音を抑制するとあり、ファイナル E タイプのイヤキはもともとここを抑制する働きがあるようでグッジョブなんだなと思いました。特徴がはっきりしてきたのでより使い分けやすくなってよかったです。それではセドナイヤーフィットで収録した音質比較動画です。
は波形を見ていきたいと思います。今回はここでのアピールタイムはないの？はい。今回は4モデルありますから、あまり余裕ないんです。早速行きますよ。いいですか？もちろんどうぞ。見づらいですが、まず4モデルの波形を重ねた全体をご覧ください。ミニの波形が特に目立ったので、こんなラインを引いてみます。工程のレベル差が一番あり、聞き比べてもミニがドンシャリであることがわかります。低域は 6mm の小口径ドライバーを搭載しているにもかかわらず、中ミリのドライバー搭載モデルに引けを取らず、量感は十分です。この帯域は他と比べるまでもなく、かなりあっさりしていて、ボーカル曲に最適とは言い難いと思います。その上のこの帯域で広域を作っていますが、10kHz 以上では減衰が激しく、効いていて今一つすっきり抜けてこないというか、7kHz 付近の広域が耳に残る感じです。BL ミニは金属筐体でありながら軽量化し、デザインが目を引き、価格帯も3000円台と入手しやすく、音質は明るいドンシャリでかなり狙ってきたモデルだということがわかります。次は BL03 です。低域の主張がかなり強く、聞き始めた頃は03は低域型だな、と簡単に片付けていました。この帯域はあまりレベルの工程がなく、その上のこの帯域でも同様の傾向です。波形から判断したら低域重視モデルと思ってしまいます。10kHz 以上でもう一ピークあり、ここは BL01、05も同様です。中域から上の帯域は割と平坦でちょっと不足だと感じていましたが、EQ で低域を絞ってみたらかなり良くなりました。低域を絞ることでマスクされていた広域が存在感を取り戻し、カーボンナノチューブのキレの良いサウンドがしっかり出て、ボーカルが急に綺麗に聞こえるようになりました。特性を波形で把握し、特定の帯域を絞る方向での最小限の補正は最近積極的に試みています。BL03 は今回の聴き比べの中で一番印象が良い方向へ変化し、カーボンナノチューブのドライバーでありながら3000円弱で入手できることもあり、買っておいてよかったと思うモデルです。次は BL01 です。BL03 との比較が把握しやすいので波形を2本に絞ります。低域は03ほどではなく、中広域から広域にかけては03より若干膨らむ傾向にあるので、未調整の状態でのバランスは03より良いと感じます。ただ、それでも低域の存在感は結構あります。これも03ほどではありませんが、低域を少し EQ で絞るとかなり良くなりました。01と03の両方の低域を EQ 補正した結果で聞き比べると、この帯域はレベルでは01の方が出ていますが、聞いた感じでは明らかに03の方が強めに聞こえます。これがバイオファイバーとカーボンナノチューブのドライバー特性の違いだと思います。バイオファイバーの方が優しめな音質に感じます。BL01 は低域の量感からウッドベースに合うと思っており、ボーカルも優しめに聴けるのでジャズを聴きたくなります。そしてもっとボーカル中心に聴きたい場合は次の BL05 です。はい、愛ちゃんお疲れ様。バトンタッチします。BL05 はご覧の通り 500Hz 付近までのカーブそのものが一番控えめであっさりした低域になっています。ここだけでも他モデルとは性格が違います。さらに 2kHz 以上の全体で広域を作っていくようなスタイルになっており、特にこの帯域が特徴的で、ボーカルがかなり前に出てきます。カーボンナノチューブのドライバーということもあり、中広域から上は波形の出方より一段上の出方に感じ、低域が締まり、カラッとしてキレの良いサウンドです。低域寄りのサウンドがお好きな方にはちょっと物足りないかもしれません。この4モデルでボーカル中心に聴くなら BL05 が最適ではないかと思います。しかしボーカルが前に出てくれば当然その帯域にいる他の楽器も前に出るので、サックスなども前に来ます。そういう観点では合わない曲が出てくることも当然ながらあります。BL05 にはライトグリーンカラーの BL05S も存在しており、よりボーカル帯域にフォーカスしたチューニングが行われているということですので、一応ご紹介しておきます。広がり、分離に関しては全てダイナミックドライバー1機モデルということもあり、ベーシックな部分での広がりはどれも同じで特に広くは感じませんが、音が中心に集まるようなこともなくナチュラルだと思います。分離も含めて考えると、やはり周波数特性で重心の高いモデルの方が広がりも分離も感じやすいと思いました。EQ 補正なしの状態での分離はミニ、05、01、03の順になりますが、旅 A 搭載モデルのような分離とは根本的に質感は違い、ソースのミックス状態の定位にナチュラルな反応をしていると思います。今回は4モデルの比較でしたので、普段よりちょっと駆け足になってしまいましたが、これ1本買っておけば他はなくても大丈夫というような特性ではないことはお伝えできたのではないかと思います。これを機にブロンに興味が出てきたら、まず1本入手してみてはいかがでしょうか。気に入って全部入手したとしても、平均すると1本3000円ぐらいでお財布にも優しめなので、それぞれのモデルの違いをお好みの音楽に合わせて使い分けるという楽しみを味わえると思います。ということで、ブロン BL01、03、05、そしてブロン BL ミニのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。